はいどうも。これはなんか囚われた何かに囚われた人みたいになってましたけど、出してくださいっていう感じのこれ、はい、氷出しコーヒーの季節がやってまいりました。去年大好評ね、楽しかったですね。あれ私も家でやりましたけど、あれ相当流行ったよね。流行りましたよね。で早くその動画の続きをって思ってたんですけど、はい、いかんせん忙しすぎて、はい、こんなちょっとこいつにはどいてもらいましょうもはや氷出しコーヒーに囚われた男になってそう違う意味で囚われてるすごくないこれ。やばいですよね、存在感が。名乗ってなかった、はい、私コーヒーに愛された男カスヤです。氷出しコーヒーにも愛されてますこれはねあれなんですよ、ハリオの氷出し器具、氷出しじゃない水出しコーヒー用の器具なんですよ。はい、2リットル一気に作れるっていう。ああ、なるほど。20万ぐらいします。完全になんか実験道具ですよね、理科室にありそうな。すごいよねこれ。しかも確かね特注って言ってた気がする。特注というかオーダーメイドなんじゃないかな。じゃあすぐに届かないやつですねそうだから今からじゃあ買おうって言って買えないかもしれないけど買えるかもしれないから、皆さんぜひご検討ください20万でこれが買えます。でも確かに20万って考えればまあ妥当。なんかインテリア性を含めればまあ確かにねっていう感じがしますよね。なんかこういうのとかもすごい作り可愛いしね。そうですよね。こういうのがやっぱハリオの技術力の高さなんですよ。これをガラスでねこう作るっていうのが。なるほど。そうなんです。すごいんですよ。でちょっと今年の氷出しコーヒーはまたね普通に氷出しやっても仕方ないじゃないですか。はい、で去年氷出しコーヒーやった時に、ほとんどの、方ではないかもしれないけど結構問題になったのは、はい、再現性が低い。で俺は別に再現性はないからいいんだよみたいなこと言ってたじゃないですか。楽しいね、あれは楽しむことがまずっていうところなんですよね。でもやっぱりなんか毎日作るようになったら毎日美味しく飲みたいじゃん。はい、ってなるとその再現性をどうやって高めるかっていうのを考えてたわけですよ。はい、というわけで今日は再現性を高める Tips の紹介、みたいなのをやりつつ、あとこいつ、もうちょっとやっていこうかなと思います。で明日も撮影があるからさ、今日これ仕込んで、明日飲みましょう。楽しみですねこれね。じゃあやっていこうかな。早速これもう俺の顔も映んないでしょ。映ってないですね。カスさんの顔は映ってないですね。OK。じゃあちょっと今回は片方に 50g ずつ入れてやる方法にしていきます。これはねこのまんまもう入れちゃうんですよ。でもう片方にも 50g 入れてこう。作り方自体は全然普通の氷出しと変わんないです。去年紹介してるやつ。これさ20万するからさ怖いよねほんでここにこういうペーパーを挟むんですよ。これ実はねここ切れ込み入っててめちゃくちゃちっちゃいですけど、でこれがこの棒にこう入るっていう。なるほどなるほど。そうなのでこれをこのペーパーでこの粉に設置させるんですよ。これが再現性を高めると思う俺は。ちょっと今壮大すぎて話入ってこない。今の視聴者の9割は壮大すぎてついてこれてないそういえば再現性の話してたわみたいなそうでこれをねここから氷水をこうポタ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 垂らしてこっちに行くわけなんです。すごいでしょうこれすごいですけどすごすぎてちょっとねで、あとはもういつも通りっていうかここにそう氷水
で 50g50g で合計100だから、はい、まあ 1200g ぐらいかな、ここに入れるのは。なので全部氷にしてもいいんだけど、まあ、ちょっとそれだとどうかなっていう感じ。まあいいんだけどね、全部氷にしちゃっても。まずは 600g ぐらい氷を入れていこうかな。ちなみにね、これめっちゃ重いからなぜか真鍮かなんかでできてますかね。何なんだろうね。なんかやたら重いんだよな体感が軽いやつかなって思ったんだけど、実は重いあ、600ででもこれぐらいしか入らないんだすごい絵だねこれ。 OK。 これで氷が今ね800入ってますなのでここにちょっと400ぐらい水足そうかな、おー、入っていきましたねすげえ。これで準備完成です。はい。でここで開けるそうバルブがあるんですね。これめっちゃ綺麗だから。あー、すごい。だからそもそもこれは流量をコントロールできるんですよ。そこでコントロールができるんですね。そうだから今までの氷出しって氷が溶けてくのに任せるしかなかったじゃん。でもこっちだったら氷水の温度で自由な落ち方を作れるんで、でしかもこのペーパーが、浸ってそれが下に落ちるから、なるほど。再現性も高いはずなんですよ何をやっとんのって冷静にしかし超真面目に取り組むっていういややるよこれで。これ今まで1回しか使ったことなくて、その1回があれなんですよ、ドバイの皇太子にまたスケールがでかいですね。ドバイの次の王様になる皇太子がいるんだけど、ファザっていう人なんですけど、彼が日本に来てコーヒーなんか鉄のコーヒーが飲みたいって言ってるからって、なんか日本のねそのなんかアテンド会社の人から連絡が来て、で1週間ぐらい前に連絡来たのかなで今からみたいなで、まあ4つぐらいの種類を出したんだけど、そのうちの1つがこれを使った氷出しコーヒーだったね。めっちゃ感動してたいやこれはちょっと確かにあると、ね、すごいよねこれ。でもこれねやっぱ欠点というかは、このぴったり左右均等には落ちていかないんですよ。それが若干ちょっと俺の中でモヤモヤしちゃうけど、でもそれはここの水の出方、でちょっとコントロールしていくしかないかなっていうね。まあ結局これを使っても、まあ、言うほど再現性気にすんなって話になっちゃうんだけどこれはさほんと美しいよね。ちょっと芸術的なそうここをさこうスーって通っていくわけなんですよ。針をだから作ってるっていうような器具ですよね。そうこのスーッと落ちる感じね。OK。じゃあまずはこれが一つ、これ明日一緒に味見しましょう。でちょっとこんなね壮大なやつは一旦忘れてそうですね、従来のやつに戻りましょう。
今回は 30g で作っていこうかなと思います。別に去年は 50g で確か氷500の水100みたいな感じだったんだけど、今回はちょっと6割ぐらいの量にしてやっていこうかな。よし、はい、じゃあ今年はちょっと30g。去年 50g で500の氷と100の水だったから、はい、今年は30の粉に300の氷を入れていく感じでやっていきます。じゃあまずはそこまでは一緒だから、はい、まずはでかい氷からね。はい、やっぱ楽しいですねこれ。これはもうやっぱ楽しいよね。この氷のジェンガみたいな組み合わせが。動画用だからスプーン使ってるから、普段俺手でやっちゃうからな。家はそれでいいと思いますね。あ、違うよ。これじゃダメだよ。これの粉の上にこれを乗せるの。これだと実況去年と一緒の。そうそう。同じことやってた。いつペーパーを使うんだろうとやってみてたんですか。なるほど。先にこっちだけやっちゃうね。はい。もうなんか作ることに夢中になってしまった。まあこっちはまあ馴染みの入れ方ですよ。作り方。はい、まあこれで300なんで、あとはちょっとまあ 60g ぐらいの水をここにかけていく感じですね。はい、でちょっとこっちやり直します。ちょっと氷を入れるのが楽しすぎて忘れている。そう、ちょっとね。氷置きたすぎて汚いけど、ここに結構さ、氷がさ、この尖ってるところから溶けてっちゃうから、氷って、はい、だから全体に均一にいかないっていうケースがあったと思うんですよ。はい、なのでもうこの俺は原理と一緒じゃねえかなと思ったんで、はい、こんな感じで、まあ何でもいいんですよ。ペーパーフィルターを引いちゃいましょう。はい、おー、なるほど。これで劇的に改善すんじゃないみたいな、こんな感じです。新しいですねこれ。これならさ、はい、いけるよね多分って思うんです。はい、なので明日ちょっとこの出来上がった時の粉の浸り具合を見てみたいよね。あ、確かに。でしかもさ、これ今60垂らすんだけど、さ、多分やってて思った人いっぱいいると思うんだ。俺もやってて思ったんですけど、はい、めっちゃ出るじゃんみたいな。そうですね。これ本当に粉に浸ってるみたいな。なんか紹介したくせにそんなこと言うのどうなんて思うけど、俺は反省すべきは反省するんで。だからここで俺先に 60g とか、そういうことですね。なんかやった方がいいんじゃないと思って。これ全然落ちていかないと思うんですよね。落ちるか、さすがに。ゆっくりでも浸透していく。そう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 。このペーパーの上にさ、結構集まるんですよ、水。ああ、なるほど。この方がなんか良さそうじゃないって思いました。で、ここからまた300氷入れていきます。はい、コーヒーやってる時が一番楽しいね。平和な時間ですね。平和、本当に。今夏休みの自由なんか課題だっけ、なんかあるよね。自由研究がやれって言われたら俺これやるかもしれない。いや、もしかしたら全国の小学生の中にはやってくれてるかな。親にやれって言われて俺もやればいいんだよとか言われて。はい、こんな感じで、はい、
これさ、でも俺今思ったけど、スイッチだったら一回閉じてさ、また上まあ確かにそれも可能性としては、にやれるよね。はい。スイッチのいい使い方かもしれないね。確かに。特に氷出しとかはね、最初こんな感じでやるのも確かに確かに。いいのかもしれないな。もう一回。ドリッパーがなくてスイッチにしただけなんだけど、これで、はい。じゃあ明日の朝はい。どうなってんのかちょっと見てみましょちょっと大きすぎてもはやう。こいつそれが入ってないです。スケールがでかすぎスて。ケールでかこいつ。でも見てこんな感じで。だ完璧にね均一にっていうのはちょっと難しいんだろうけど、これがうまく効くと思うんだよね。やっぱ時間をかけてコーヒーを作るっていうのがもうそれだけでうまいんですよ。全然入ってねえけどこいつ。というわけで、はい。じゃあ明日の朝を楽しみに待ちましょう。はい。では植松くんはおやすみなさい。お疲れ様でお疲れ様でした。この夏皆さん氷出しだよ。もうこんな再現性どうのこうのだと超どうでもよくなった。ペーパーかますともうそれも発見だけどってやつですね。ペーパーかましてる場合じゃねえよ。